はい、こんにちは。今回ね、大工トレーニング5回目ということで、かゆいところに手が届きたいな動画ということで、入隅出隅の、角度の求め方、あるいは加工の仕方っていうのをやってみました。止めの場合、90度の場合はもう45度だっていうのはね、皆さんもよく分かっていらっしゃると思うので、90度の場合は45度に切れば、入隅、出隅ともにピシャッと合うんですけども、90度じゃない角度、何度かわからないね、入隅出隅があったりします。で、そんな時に角度、これは一体何度なのか求めたりとか、あるいはその加工角度は何度になるのかっていうのが分かりにくいと思いますので、僕なりのやり方でちょっと動画作ってみましたので、参考程度までに見ていただけたらいいかなと思います。はい、それでは、説明します。まず求める入隅の角度、壁の内角が120度だった場合、カット済みの寸法は2等分線になります。要するに左の角度と右の角度が同じだと、ちょうど合うということなので、2等分線にして、こんな感じですね。60度、60度にしてやるということです。で、カット済みは60度になるよということです。で、このカット済みですけども、卓上やスライド丸のに当てはめると、ターンテーブルの基準が材料に対して90度のライン、直角のライン、ここが0になってます。ここからメモリのスタートですので、実際90度移動してるわけですね。で、カットする角度が60度の場合、90度からマイナス60度してやった残りの30度、ここの角度ね。はい、これがターンテーブルの動かす角度です。実際90度から30度動かしてやると残り60度材料が残るよということですね。はい、これは右も左も同じことを言います。で、実際僕は右の方に傾けましたけども、それはカットする幅木が裏の方に寸法の印つけたりするので、裏側を正面に向けた場合は、ターンテーブルを右側に30度寄せます。で、表面を正面に向けて切る場合は、通常の幅木の収まりと同じ、向きですね。で、その場合は、左側にターンテーブルを焦がします。これは人のそれぞれやり方があると思うので、どちらでもいいと思うんですけども、僕は隅は裏につけて、その隅が見えるように切るので、右側にターンテーブルを焦がします。で、さらに2枚重ねて、右勝手と左勝手を作ります。それは、1枚上下逆さまにやれば、右勝手と左勝手が作れますので、2枚重ねて、右勝手と左勝手をカットしてます。
はい、いかがだったでしょうか。今回ね、こういう後ろにちょっとこういうセットをこさえて撮影しました。で、主にはね、ここの幅木の説明で、角度とかの説明をしましたけども、これはまあ丸縁でも結局は同じことですので、応用してやってみてください。で、あとね、角度もね、例として今回120度、で、カット角度が60度。で、出しましたけど、分かりやすくするために、まあ、その120度、60度というのを使いましたけども、別にこれね、任意の角度、130度、あるいは140度でも同じことなので、結局140度ですと、2等分角度だと、70度になりますので、70度だということは、押し切りの角度は20度になるということですね。90度から70度引いて20度。丸のこもこかすのも20度になるということなので、ということですので、まあ数字のちょっと入れ替えはね、そのちょっと応用してやってみてください。ということで、今回は以上です。また、次の動画でお会いしましょう。ありがとう。最後まで見てくれて